こんにちは。こんにちは。PTA 鳥チャンネル、今週のエアラインニュースの時間になりました。今日はですね、3月末から、飛行機、夏ダイヤというふうに言われまして、飛行機の、ダイヤ改正みたいなのがありますけど、やはりコロナ禍が少し明けてきて、いろいろ便数が増えるということで、ちょっとそういったニュースを中心に、今週のエアラインニュースお伝えしていきたいと思います。佐久間さんよろしくお願いいたします。はい、よろしくお願いいたします。それでは今週のエアラインニュースです。 ANA エアバス A380 フライングホヌを4月20日から成田ホノルル線で毎日運航に。 ANA はエアバス A380 型機フライングホヌを4月20日から成田ホノルル線に1日1便投入することを発表しました。1日1便の投入は2020年3月以来約3年1ヶ月ぶりとなります。フライングホヌは2019年5月に初就航しましたが、新型コロナウイルスの影響で2020年3月から運航を停止。レストランや遊覧フライトで利用されてきましたが、2022年7月から定期運航を再開しています。また、成田ホノルル線は7月21日から1日1往復を増便し、2往復体制とし、夏休み期間は羽田ホノルル線を合わせ1日3往復を運航します。はい、ようやくコロナが本格的に戻ってきた一つの象徴になるのが、この ANA の2階建ての飛行機フライングホヌなんですけど、1便で520席ということで、1月の31日でジャンボ機が全部納入というかデリバリーといって、航空会社の最後のボーイング社から航空会社の引き渡し、貨物のアトラスって会社でしたけど、それが終わってこれから旅客機、あと大きいのってとこの A380 になるんですけど、ようやくの毎日1日1便この飛行機がハワイの方に飛ぶという風になったというのは一つの大きなニュースですし、日によってもいろいろ成田からも ANA も2便、羽田から1便で3便になるということで、ちょっとね、円安も一時期1ドル150円ぐらいまで行きましたけど、少し落ち着いた感じはある中で、あとは原油が下がって燃油サーチャージが下がってくればというところがありますけど、あとはホテル代の高騰もありますけど、便数が増えればとか座席数増えれば運賃も必然的に下がってくると思いますし、あとマイレージを使っていくとかもありますので、そういったところもありますし、あとこれ日によってはA380 の使わない便で一部ANA でアメリカ、ヨーロッパ飛んでるボーイング、777のビジネスクラスがいいやつも含めて投入されるようですので、そういったところもちょっと含めて、ちょっと機材も見ながら、機体のところを選びながら、選ぶとより快適かなというふうに思います。可愛いですよね。そうですね。これウミガメの飛行機で、今ブルーとそれからグリーンの2つ飛んでますけど、3号機オレンジがあるので、だから来年度今年の3月末以降どっかでこの3号機のオレンジも飛んでほしいなというふうに思います。ちょっとその辺まだ1月末時点では発表されてませんけど、そこにも今後期待かなと思います。それでは続いてのニュースです。 ANA、JAL 羽田、ニューヨーク線を増便。両社ともに1日2往復に拡大へ。羽田ニューヨーク線について ANA、JAL ともに増便することを相次いで発表しました。ANA は3月26日から羽田発火・金・日曜とニューヨーク発月・水・土曜の週3往復の運航を開始し、既存便と合わせて週10往復を運航し、9月1日からは1日2往復に拡大します。増便分は羽田発、ニューヨーク発ともに深夜で、ニューヨークには深夜、東京羽田には早朝に到着します。また JAL も現在1日1往復の羽田ニューヨーク線を5月28日から1日2往復に増便します。これにより羽田発は午前と夕方、ニューヨーク発は午後と深夜に運航します。
また5月28日からニューヨークの JFK 空港の発着ターミナルを現在のターミナル1からターミナル8に移転します。さらに2023年冬ダイヤ中にエアバス A350 線を投入する計画です。はい、このニュースなんですが、もう2020年の3月末に本来羽田が発着が拡大するときに深夜便、夜遅い便はできるっていう話があったんですけど、ようやく3年遅れで今年実現するということになるんですけど、これ ANA のこの深夜便はですね、まず22時55分に羽田空港を出発して、ニューヨークにまたほぼ同じ22時50分に着くと。いわゆる時差が今の時期ですと14時間ですかね。冬って14時間、夏で13時間、ニューヨークと日本時差がありますので、ほぼ似たような時間に着くということで、であと JAL の方の増便分も羽田を18時35分に出て、ニューヨークに18時25分に着くっていうことあるんですけど、実はこれニューヨークによく行かれる方はあれなんですけど、午前中の便で行くと着いてからニューヨーク、ホテルチェックインした瞬間眠くてっていうのがあるんですけど、個人的には夕方から夜の出発の方が着いてそのままお酒飲んで寝てしまえば次の日から動けるということが多いので、いいんですけど、あと戻ってくる便ですね、ニューヨークから。でこれが ANA が深夜2時発、JAL が深夜1時30分発で、もう羽田に着くのが ANA が朝5時、JAL が朝4時45分ということで、ほとんど似たような時間帯ですけど、これっていうのは完全に夕食を食べて、全部食べ終わってからゆっくり空港に行っても間に合う時間っていう形なので、最終日に美味しいご飯食べてから帰れるという、それであと、東京着いたらもうそのままその日頑張れば仕事ができるということで、これも飛び回る方には非常に大きなメリットがある便で、本当に夜寝てる間に移動できちゃうということで、注目なんですけど、これ問題はね、ちょっとこれ検証、またこれ飛んだらやろうと思ってますけど、いつ機内食出すんだろうと。確かに何ご飯になるんだろう。多分乗った瞬間は多分みんなすぐ寝ると思うんで、着く前が今度夜中日本時間3時4時で、そこで食べるのかなって感じもするんですけど、ちょっとどこで機内食を食べるかっていうのも、特にビジネスクラスなんかは、そういったところも注目だと思いますけど、こうやってやっぱり移動の選択肢が昼間便と夜便とかってあると行きやすいですし、この間ね、過去の動画で上げてますけど、ニューヨーク1泊3日でユナイテッド航空で行きましたけど、ユナイテッドはニューヨークはニューアークっていうニュージャージー州にある空港で、もう鉄道のアクセスとかの動画も上がってると思いますけど、そこに着きますし、で ANA JAL に関してはジョン・ F ・ケネディっていう JFK 空港、こちらに着いて地下鉄とかでも行けるし、バスで行ったりタクシーで行ったりっていうのはできますけど、やっぱりね、ニューヨークって何回行ってもいい街ですね。いいですか。ブロードウェイ含めてタイムズスクエア、ロックフェラー含めてっていうところがありますので、そういった意味で言うとニューヨークに気軽にっていうわけでもいかないかもしれないけど、でも選択肢が増えたのは行きやすくなりますよね。行きますので、やっぱりニューヨークはね、ぜひ皆さん行かれてほしいなと、ちょっとニューヨークの動画もこの鳥チャンネルでいくつか上げていきますので、ぜひちょっとまたそのあたりも含めてということで、期待も込めてお伝えさせていただきました。ありがとうございます。では以上、今週のエアラインニュースでした。ありがとうございました。ありがとうございました。